皆さんこんにちは。今日めちゃくちゃ寒いです。シンガーソングランナーの水です。今日はですね、お尻どの辺使ってるのっていうね動画にしていきたいと思うんですけども、いいなと思ったらねぜひ使ってもらえたらなと思います。そして他の動画とかもそうなんですけど、大前提として結構股関節周りのケアだったりとか肩甲骨周りのストレッチとかをしっかりしましょうというその定義があった上でどんどん良くなるよということをお伝えしていってますので、ちょっと面倒くさいことも一緒にやってもらえたら嬉しいです。ということで本日お尻、これねすっごいやっぱりねこう難しくて、なんでかっていうとですね、普段運動してない人に腹筋に力入れてっていうと腹筋に力入れられなかったりするんですよ。これ結構普段運動してる方はなんで腹筋に力入れられないのって思うかもしれないんですけど、普段こう意識してないところって結構力込めるの難しいんですよ。でお尻っていうのが結構そこに近いところがあって、ランナーの方でも使ってなかったりするとやっぱりそこに力がなかなか入りづらくなってくるので、今言っててもちょっとあれは難しいわからないなって方もないんですけど、私はこんな感じの感覚でやってますよっていうねことをお伝えしていきたいと思います。まずですね、もう率直にもう私が着地から足を引きつけるところまでの意識しているのかというか、意識されて使っているのかっていうのですね、着地するときはお尻の上の部分、中殿筋なんて言葉よく聞くと思うんですけど、そこを結構使って衝撃をしっかり受け止めてる感覚があります。そしてその後足が回転させて動いていくと思うんですけど、その先はここが本当難しくて、お尻の下尻なんですよ。下尻っていうと女性とかはね、ここ下尻なくしたいとかよくあってそのワード知ってると思うんですけど、お尻の本当に下の方でこうやってちょっと今触ってるとここにグッとね力が入るんですけど、でここは力入れるの結構難しかったんですよ。でこんなトレーニング、お尻のねトレーニング出してるんですけど、この動きをやった時に出てくるこの動きをやった時にここのお尻の下めちゃくちゃ力入るんですけど、ここを使って私はしています。で夏ですね、股関節周りのケアとかも全然しなかったり筋トレもしなかったら頭で分かってるし、去年の感覚は体に残ってるんですけど、戻そうとしてもそこに力が入らないっていうことがありました。なので本当に日々のケアが大事なんだなっていうのを自分でめちゃくちゃ体感して、でそれからトレーニングとかケアとかを入れて、またね今シーズンもだんだん徐々にね体戻ってきて走れるようになっております。ケアしましょうケアしましょうってなんで言うのかっていうところで、そもそもなんですけども、例えばこの腸腰筋結構もう縮んで硬くなってますよっていう方、私も本当にそういうところがあるんですけど、こうなってる時点で腰曲がるじゃないですか。でこのまま走ろうとしてもお尻って使えないんですよね。使いづらくなっちゃうんですよ。なのでやっぱりこの辺のケアとかしてしっかりとね姿勢を保てるようにして走れたらよりお尻も使いやすくなるしっていうのでケアをしましょうって言ってたりとか、あとは私の場合だと反り腰がかなりひどかったんで、お腹に力入れる姿勢を正すって言ってもこうなってたんですよね。でこうすると本当にお尻にやっぱり力が入らないので、この辺もケアしましょうって口を酸っぱく言っている理由です。で多くのランナーの方がやっぱりこうなってる方やっぱり多いんですよ。でこれなんでなっちゃうのっていうのはこちらの動画で結構詳しくやっていて、こうじゃなくて、ここからしっかりと動かすっていうイメージを、この動画では分かると思うんですけど、でさっきちょいちょいね体は前傾にするんですかっていう質問いただくんですよ。で前傾もなんですけども、こうなった上で前傾してるつもりになってるっていうのが結構多くて、私も本当そうだったんですけど、これ前傾しても全然骨盤っていうのがおかしな状態じゃないですか。なのでしっかりとやっぱりねこの辺のケアしないと骨盤を前傾して走るっていうのもね難しくなってきちゃうんですよね。なので私はもう毎回この辺のケアが大事って言ってて、大事っていうかそれなんかうまく走れる時と私はうまく走れない時はやっぱりケアしてるしてないがすごくあるんで分かるんですけど、私の場合だともうこの辺しっかりとケアしてないとできないです。なんか理想でうまく走れた時の走りが再現できないです。なぜなら体がその動きができないからっていう感じがあります。なので
また話に戻ってくるんですけども、ケアしましょうと私は言っておりますですね。何をしたらいいの、あの動画もこの動画も見たら疲れるという方はですね、ぜひですねサブ3動き作りという動画でいろいろまとめてます。ストレッチ筋トレがね入っていますので、ぜひそれね一緒にやってもらえたら嬉しいです。にもねいろんなチャンネルでいろんな動画でねいろんな説明があったりとかレクチャー筋トレとかもありますので、自分に合ったやつをねぜひ見つけていただいて、みんなの結果がより良くなれば私も嬉しいです。言い方じゃない、今日の話はねちょっと何を言ってんのって思った方がすごい多い動画になったと思うんですけど、そういうところも気にされてる方いるのかなっていうのでね動画撮っていきました。で私がこうやってねこういう風に走りましょうとかいう動画いくつかあるんですけども、正直ねほんとドキドキしながら作ってるんですよ。コメントでそれやったら怪我しますよとかいうコメントとかもちょっといただいちゃったりしてね、結構心をすり減らすというのは変なんですけども、ちょっと痛めながらもでもきっと私の言葉だから伝わる方もいらっしゃると思って動画をね作ってます。そして何より市民ランナーの方やっぱり怪我されてる方が多いです。でそれってこういう動きを知らなかったからじゃないかなっていうのがあって動画を作ってます。なのでもう根本には本当にみんなに怪我をしてほしくない、あと無理して走ってほしくないっていうのがあって動画を作ってるので、どうかですね今の時点で怪我がある方、ぜひもう一回ですねこの時点で、本当にねみんなに怪我してほしくないっていう思いで動画を作ってて、なのでこの時点でねもう怪我してますとかね疲労骨折してますとかここどうかおかしいとかいう方で無理に大会出るとかいう方、本当ね一回ちょっと自分の体を大事に考え直していただけたら私はちょっと嬉しく思います。とにかく無理して走ってる方がやっぱり多いと思うんですよ。で私も実は本当に3年前からサブ3目指した1年目に、めちゃくちゃ走り込みとか増やして、で結構フォームもやっぱりガタガタだったんでそれで疲労骨折かかと3箇所してるんですよ。めっちゃ痛かったし、もう一時期全然走れなかったんですけど、ただ疲労骨折して半年後に、森田美希コーチの助けもあり、サブ3することができたので、でね大会のね直前もちょっと足痛くなって2週間走るのやめたんですよ。12月に2週間走るのやめて1月末にサブ3できてるので、走り込みをやめたからといって絶対的に自分の結果が悪くなるってことじゃないってことも私は体験してますので、ぜひですね自分の体を一番大事にやっていきましょう。なんでこうやって言うかっていうとですね、ちょうどマラソンシーズンもね秋ぐらいから始まっていい感じに走ってきて、でやっぱフルマラソンってすごい体にダメージあるんで、その中でももっと走りたいもっと速くなりたいって言ってもっと走り込みを増やして怪我している方っていうのがちょっとやっぱり多く見られ始めている時期なので、こんなことをねちょっとお伝えしました。本当にうるさいお母さんだと思ってくださいね、うるさいお母さんが言ってます。怪我したら走るのやめなさいってね言ってますので、ぜひですね健康一番で笑顔一番で走っていきましょうということで、本日はお尻どんなところ気を使ってるのっていうとお尻ねどんなところ気をつけてるのっていう動画になりましたけれども、とにかく私の動画はケアとか筋トレがあってよりどんどん走りやすくなりますよという提案でございますので、ぜひですねいいなと思う方はぜひ一緒にトレーニングしたりケアしたりしながら走っていただけたらなと思います。ということでまたうたらんチャンネルで会いましょう。またね、バイバイ、ありがとう